のささやきの朗読や社の奥で待つ者。夏祭りの準備が佳境に差し掛かった頃、知り合いの巫女が体験したという出来事だ。彼女は社務所の片付けを一人で任されていた。境内にはもう人影はなく、夜風に揺れる提灯の火だけが明滅していたという。吐き清められた石段を歩くたび、砂利がわずかに擦れる音が響いた。社の奥、普段は開けない扉の前に近づいたとき、ふと風鈴のような細い音がした。だが、そこに吊るされているはずの鈴は動いていなかった。その瞬間、背後で草履の底が砂利を踏む感触がした。振り返ったが、誰もいない。耳にまとわりつくように低いささやきが聞こえた。まだいると。あまりの近さに誰かが真後ろに口を寄せているとしか思えなかったという。心臓が大きく打ち、逃げ出そうとしたが、足が石畳に縫い付けられたように動かなかったそうだ。ただ、社の奥へ見えない何かに導かれるように進まされていくようだ。扉の前に立ったとき、不自然な静けさが訪れた。境内に残っていたはずの虫の声がすべて消えたんだ。鍵はかかっていない。少し押すと、ギーッと古い木が鳴く音を立てて扉が開いた。そこは暗闇だった。灯籠の明かりも届かない。なのに奥から白い装束を着た影が立っているのが見えたという。顔は布のようなもので覆われており、細い手だけが胸の前で合わされていた。その影がかすかに首を傾けた。来てくれたのか、と声は確かに聞こえた。だが、口は動いていなかった。彼女は必死に後ずさった。だが、扉の外に戻ろうとした瞬間、背中に何かがぶつかった。それは人の手のような硬さ。振り返ると、そこにはもう一体影が立っていた。影は二体、彼女を挟むようにしてじりじりと近づいてきた。どちらも白い装束。だが裾は土に濡れ、泥にまみれて垂れ下がっていた。頭を覆う布の隙間から光のない目が覗いていた。その目と視線が合った瞬間、呼吸が苦しくなった。胸を締め付けられるような、そんな圧迫感で肺に空気が入らなかった。必死に喉を震わせて祝詞の断片を思い出す。声にならない声を絞り出したとき、影たちの動きが突然止まった。しかし次の瞬間、背後の闇から細い腕が何本も伸びてきた。冷たく湿った感触が首や肩に絡みつき、引きずり込もうとする。必死に抵抗したが、視界はかすみ、意識が途切れそうになった。気づけば、彼女は境内の石畳に倒れていた。提灯の火がパチパチと揺れ、虫の声も戻っていた。
だが体のあちこちには赤黒い跡が残っていた。手形のように。後日宮司にその話をしたところ、彼は険しい顔をしてこう言った。社の奥には昔払えなかったものが封じられている。それは決して開けてはならぬ場所だ。その言葉を裏付けるように、奥の扉には固く閉じられた結界が再び張られた。だが彼女の腕には今も焦せない跡が残っている。まるでまだここにいると刻まれた印のように。長距離ドライブの途中で、俺たちは小さなパーキングに立ち寄った。高速の下り線、地図にもほとんど載っていない古い場所だった。時計は午前2時を回っている。売店の明かりは落ち、自販機の明かりだけが青白く光っていた。相棒の遠藤は眠気を訴え、車の中で目を閉じた。俺は一人でトイレに向かった。駐車場の奥、雑草の陰に埋もれるようにコンクリートの小屋がポツンと立っていた。近づくと看板の文字が半分剥がれている。清掃中ではなく閉鎖中。だがドアは開いていた。錆びた長板がかすかにきしむ。中は異様に冷えていた。外よりもずっと湿った空気。蛍光灯が一灯だけついていて、時折明滅する。このトイレのご利用はご遠慮くださいと読めた。だがインクがにじんで遠慮の部分だけが黒く塗りつぶされている。個室は3つ。一番奥のドアだけが半開きになっていた。中からかすかに水の滴る音がする。天井から漏れているのかと思い、手を伸ばしかけたとき、シーと小さな声が聞こえた。誰かが中にいる。俺は慌てて一歩引いた。だが他の個室の扉も同じ音で静かに閉まった。それはまるで息を合わせるように。耳鳴りのような静寂の後、便器の奥から泡のような音がした。それがだんだんと近づき、個室の隙間から白い指がゆっくりと伸びてきた。水でふやけたような皮膚。その指が床をつかむと、タイルの目地がぬるりと歪んだ。後ずさりをする俺の足元に水が流れ出した。下水の匂いではない。生温かく鉄のような匂い。背後の出口に手を伸ばすとドアが開かない。外から誰かが押さえているようだった。ドアノブを何度回してもびくともしない。外から押さえられているのか、それとも
内側で何かが絡みついているのか、じわじわと手の中に伝わってきた。誰かいるんですか？声を出した瞬間、蛍光灯がふっと消えた。真っ暗になった個室の向こうで水の音が止まる。その代わりに何かが床を這う音が近づいてくる。ぬるりぬるりと。暗闇の中で何かが壁に沿って動いていた。かすかな光が残る非常灯の下、床に黒い跡が続いている。まるで人の手形のように5本の指がべったりと並んでいた。その跡が一つまた一つと増えていく。俺の足元のすぐ手前で止まり、音が消えた。息を止めたまま動けずにいると、次の瞬間、すぐ脇の個室のドアが内側から大きくへこんだ。響いた衝撃音に反射的に後ろへ下がる。背中が壁にぶつかり、冷たさに息が漏れた。すると真後ろの壁が呼吸をした。膨らんではしぼむ。その度に壁紙が剥がれ、裏から白いものがにじみ出してくる。布ではない。皮膚のようなもの。それがずるりと剥がれると、壁の隙間から濡れた黒髪が垂れた。1本、2本、次第に束になって床を這う。やがて天井の換気口からも髪が降りてきた。頭がある。逆さまの人の顔が髪の間から覗いていた。白目が開いている。瞳孔が震えながら俺を見ていた。ここ開けちゃダメ。声は耳元でささやかれたが、顔は天井にある。息がかかるほど近いのに全く気配がない。俺は思わず個室のドアに体当たりをした。バキンと音を立てて開いた。だがそこは空っぽだった。便器の中に泡のようなものが浮かび、ゆっくりと人の形に変わり始めていた。俺は個室を飛び出し、通路を駆け抜けた。足音が響くたびに、背後の便器から水が流れる音がする。すべての個室の中で誰かが同時に立ち上がるような湿ったブクブクという音。ドアに体当たりをすると、ようやく外の焼きが流れ込んできた。冷たい風。助かった。そう思った瞬間、違和感に気づく。駐車場が静かすぎる。エンジンの音も虫の声も風の音すらしない。まるで音という概念が
切り取られたような空間だった。車に戻ると遠藤の姿がなかった。運転席のドアが開け放たれ、中から湿った足跡が続いている。向かう先はあのトイレ。さっき閉まっていたはずのドアが今は全開になっていた。中は真っ暗で床一面が水浸し。その水面に遠藤のジャケットが浮かんでいた。遠藤と声を出した瞬間、天井の換気口が動いた。ずるりと紙の束が垂れ、そこから人の腕のようなものが落ちてくる。皮膚がふやけ、指が何本も重なっている。腕は床に落ちると、その中に沈まず、滑るように動いた。その後を追うように、壁のタイルが次々と膨らみ、中から白い顔が押し出されてくる。口は開かず、ただ一斉に目だけを動かしていた。トイレ全体が呼吸をしている。壁も床も天井も全部がそれの体の一部だった。俺は逃げるように外へ出る。駐車場の奥に新しいトイレ塔が見えた。明るく清潔そうな建物。そこに駆け寄る。だが入り口のドアを開けた瞬間、中から同じ冷気と匂いが吹き出した。蛍光灯の下、タイルの床に俺の足跡がもうついていた。まだ一度も踏み入れていないのに。背後で風が鳴る。振り返ると古い方のトイレはもう見えなかった。駐車場のどこを見てもそこにあったはずの小屋は消えている。代わりに自販機の明かりが点滅していた。その反射の中、ガラスに映るトイレのドアがゆっくりと開いた。秋の深まりとともに山の渓流は冷たさを増していた。それでも紅葉に染まる景色の中で竿を振るのは格別だと川島に誘われて俺たちは出かけた。メンバーは俺、川島、三浦、石田。早朝に出発し、昼過ぎには人気のない谷へとたどり着いた。川面は透き通っていて、石の陰にイワナが潜んでいるのが見えた。仕掛けを沈めればすぐに魚が食いついた。おー、やっぱりこの時期は釣れるなぁ。と石田が嬉しそうに声を上げる。三浦も子供みたいにはしゃぎながら立て続けに2匹を釣り上げていた。俺も竿を振り、川島が今日は宴だなと笑った。賑やかな時間が流れた。だがその空気は不意に崩れた。
三浦が川の中央近くに立ち、身じろぎもせずに水面を凝視していた。呼びかけても返事はなく、瞳は何かに吸い込まれたように揺れていた。次の瞬間、三浦は竿を投げ出し、そのまま川へと歩み出した。おい、そっちは危ないぞ。と、俺と石田が慌てて駆け寄る。腰まで水に浸かっても、三浦は笑みを浮かべたまま前へ進もうとした。その姿は人に見えない何かの手を引かれているようだった。必死に腕をつかみ、三人がかりで引き戻した。だが、三浦は暴れるように抵抗し、唇からは途切れ途切れの言葉が漏れた。まだいる。待ってる。連れて行かなきゃ。俺たちは顔を見合わせ、ぞっとした。俺たちは急いで車に戻った。三浦を車に押し込んだとき、ぐったりとしていた。時々目を開け、後部座席の窓越しに山の方を見てはかすかに笑っていた。川島が震える声で言った。やばいな。山に長居したら俺たちまでおかしくなっちゃうよ。急いで山を降りようと車を走らせた。だが道の両脇から吹き寄せる風は異様に重く、窓を閉めていても耳元でささやくような音がした。石田が耐えきれず音楽をかけたが、ラジオは雑音しか流れず、カーナビの画面は真っ暗になった。後部座席で三浦が突然起き上がった。顔をこちらに向けず、窓に額を押し付けて外を凝視していた。俺は慌ててバックミラーを見た。細い参道の後ろ、木々の間にいくつもの黒い影が揺れていた。人影のようだが輪郭が曖昧で、もみじの色ににじみながらついてきている。アクセルを踏み込んでも影は距離を変えずについてきた。三浦の口元が大きく裂けるように笑った。もう一人必要なんだよ。俺も川島も石田も言葉を失った。やっと山を抜け街の明かりが見えた時には全員ほっとしていた。三浦はというと眠り込んだまま何度ゆすっても目を開けなかった。その夜民宿に泊まり、交代で三浦を見張ることにした。だが深夜、決まって三浦はふらりと起き上がり、窓の外をじっと見つめるんだ。誰もいない庭に視線を向けながら低くつぶやいた。まだ来てる。耳を澄ますと落ち葉を踏みしめる音が確かに廊下の奥から近づいてきた。俺と川島、石田が慌てて部屋を飛び出すと、玄関の戸が開く音がした。そこに立っていたのは、なんと三浦だった。眠っていたはずの三浦が玄関に立ち尽くしている。その足元からは濡れた落ち葉が次々と廊下に散っていた。振り返った顔を見て全員の声が止まった。目も口も葉に覆われていて、人の顔というより
もみじそのものが形をとったような異形だったんだ。次の瞬間、玄関の外から同じ姿がいくつも現れ、音もなく這い込んできた。外れの音が廊下を埋め尽くす。俺たちは叫び声を上げて部屋へと逃げ込んだ。だがその時にはもう俺たちはなんとなく理解していた。あの山から出てきたものは遠くに置いてきたのではなく、最初から俺たちの誰かに紛れてついてきていたんだと。8月の終わり、寺の境内で夏祭りが行われた。灯籠が並び、子供たちの笑い声がやきに溶けていく。賑やかなその中心で、一つだけ妙に冷たい空気の場所があった。本堂へ続く参道脇、地蔵堂の前だ。その地蔵は昔から笑っていると評判だった。丸い頬と細い目元、ほんのり口角が上がっている。だが祭りの準備中に見たとき、その表情が少し違った。口がわずかに開いていたんだ。石のくぼみが暗く、黒い影を宿しているように見えた。夜になると風が止まり、セミの声が遠のく。屋台の明かりが揺れ、地蔵の前だけ薄暗い。俺は見回りをしながらその前を通り過ぎた。その瞬間、鈴の音が鳴った。振り返っても誰もいない。ただ地蔵の足元の供え物、団子が一つ転がっていた。翌朝、境内は静まり返っていた。掃除をしていた子供が泣きながら駆け寄ってきた。お地蔵様、笑ってる。その声に促されて見てみると、確かに昨日よりも口が大きく開いていた。石の唇の隙間から湿ったような黒い筋が流れ出している。不思議なことに、その日から子供が次々と熱を出した。町の医者も首をかしげるばかり。祭りの片付けをしていた年寄りたちは、昔もあったと言い出した。その地蔵が笑う年には必ず子供が倒れる。その言葉を聞いた夜、俺は懐中灯を手に地蔵堂へ向かった。参道は湿っており、足音が吸い込まれる。明かりを当てると、石の目がうっすらと濡れていた。水ではない。涙のように何かが流れた跡があった。そして見上げたその瞬間、地蔵の口が音を立てて開いた。地蔵堂の中は湿った冷気で満ちていた。
明かりを向けると、石の表面が呼吸をしているように見える。古い木札がいくつも吊るされていた。どれも墨がにじみ、読めるのはただ一文字。沈める。どうやらこの銅自体が何かを沈めるためのものらしかった。地蔵の足元には古い供養帳が置かれていた。紙は茶色く変色し、虫食いが広がっている。その中にある記録が残っていた。昭和32年、子供7名、供養。昭和48年、祭り札、中止。そして最後の行に、墨がにじむように記されていた。再び笑うとき、祈りを絶やすな。胸の奥がざわめいた。地蔵の口はわずかに動き続けている。風はない。なのに唇が震えるように見えた。覗き込んだ瞬間、冷たい息が顔に触れた。石の中から吹く風。そんなはずはない。お願いです。かすれた声がした。耳元か地蔵の中かわからない。明かりを落とすと闇が生き物のように揺れた。次の瞬間、何かが口の奥でぬらりと動いた。白い人の指のようなものだった。俺は思わず後ずさった。地蔵の前に置いていた団子が一つまた一つと潰れていく。まるで見えない手で押しつぶされるように。潰れる音に合わせて地蔵の口元がゆっくりと笑みに変わった。恐怖よりも先に妙な悲しみがこみ上げた。地蔵の口から子供のような声があふれたんだ。もう遊びたい。その声と同時に境内の鐘が一人でになった。遠くの住宅から子供の泣き声が響く。俺の胸の奥で何かが呼ばれているような感覚がした。明かりを消すと暗闇の中で確かに見えた。地蔵の足元に濡れた小さな手形がいくつも重なっている。それは昨日倒れた子供たちの名前の数と同じだった。翌朝、境内は霧に包まれていた。鐘をつこうと外に出ると、地蔵堂の前に人だかりができている。誰かが叫んだ。お地蔵様が笑ってる。近づくと堂の扉が開いていた。昨夜は確かに閉めておいたはずだ。中では地蔵がまるで人を迎えるように口を広げていた。そこからは
淡い香が漂い、子供の笑い声のようなものが混じっていた。俺は人々を下がらせ、一人で堂に入った。灯明を灯すと、壁一面に無数の手形が浮かび上がった。小さな手のひらの跡が黒く染みつき、まるで内側から叩いたようだった。地蔵の口元に目を向けると、昨夜見た指のようなものがいくつも動いていた。石の内側から子供の手が押し出されていたんだ。ここから出して。その声は確かに聞こえた。俺は反射的に度胸を始めた。経を唱えると地蔵の笑みが徐々に消えていく。だが同時に堂の外で子供の泣き声が次々に上がった。目を凝らすと境内に立つ灯籠の影が子供の形をして揺れていた。影たちは堂の方へとゆっくりと集まり、やがて地蔵の口元に触れた瞬間、光の粒となって吸い込まれていった。最後の一つが吸い込まれたとき、地蔵の口から赤黒い水が滴り落ちた。床にシミを作りながら、やがて静かに止まる。その代わり、地蔵の表情が変わっていた。笑っていなかった。ただ、どこか苦しげに唇を閉じていた。祭りで倒れた子供たちは、その夜を境に目を覚ました。誰も何があったのかは覚えていない。ただ一人年長の子だけが俺に言った。夢の中でお地蔵様が泣いてた。数日後、地蔵堂の前に新しい木札を立てた。そこにはこう記した。この笑み、二度と咲かすな。以来、地蔵の表情は穏やかなまま動かない。だが、夏祭りの夜になると、風のない境内で鈴の音が一つ鳴る。その音を聞いた者は、皆同じことを言う。確かに、誰かが笑った、と。夜勤の巡回で病室を回っていた。深夜2時を過ぎると、どの部屋も静まり返っている。寝息さえ聞こえず、ただ機械の規則的な電子音だけが薄暗い空間に漂っていた。廊下を歩いていると、不意に耳に水の音が届いた。ポタッポタッと点滴の雫が落ちる音だった。だが、それは妙に大きく響いていた。俺は足を止め、音のする方を探す。音は廊下の奥、使われていない病室の方から聞こえていた。
その部屋は昼間も開けられることはなく、備品だけが置かれているはずだ。近づくにつれ、水の音ははっきりしていった。まるで耳元で水滴が落ちているように鮮明だった。ドアは半開きになっていた。そっと押し開けて中を覗くと、窓は閉じられていて明かりもない。薄暗がりの中、ベッドが一台だけ置かれていた。その脇には点滴台が立ち、透明なチューブが垂れている。だが袋の中身は空だった。液体は入っていないのに、チューブの先からは確かに水滴が落ちていた。床に黒いシミが広がり、そこに吸い込まれるようにポタッと音が響く。目を凝らすと、ベッドの上には誰かが横たわっていた。白い布に覆われ、顔は見えなかった。胸の上下もなく、動きもなかった。この部屋は誰も使っていないはずだ。だが点滴の音は止まらなかった。むしろ速くなっている。床のシミはじわじわと広がり、足元に迫ってきた。濡れた匂いが鼻を刺す。後ずさりしようとした瞬間、ベッドに覆われていた布がかすかに膨らんだ。まるで誰かが布の下でゆっくりと呼吸をしているかのように。布の膨らみは規則正しく上下を繰り返していた。確かに呼吸のように見える。しかしその音は聞こえない。あるのはポタッポタッという滴る音だけだった。床に広がったシミは冷たく光り、じわじわとベッドの下から這い出していた。水ではない。鉄のような匂いが濃くなり、喉の奥をざらつかせた。足を引こうとしたが、靴底が濡れた床に張り付いて動かない。じわりとシミが広がり、足首まで覆おうとしていた。もがくと、今度は布がゆっくりとずり落ちた。ベッドの上にあったのは誰かの姿だった。だが顔は判別できない。白く濁った輪郭が揺らめき、目だけが暗闇の奥で開かれていた。その視線がまっすぐこちらに突き刺さる。同時に点滴のチューブが勝手に揺れ動き、床に落ちていた。そこから滴る音はさらに早まり、耳を打つ。頭の奥に響き、思考を乱していく。俺は必死に視線を外そうとしたが、目が合ったまま離れなかった。足元のシミは腰のあたりまで迫り、全身を締め付けるように冷たさを増した。その時、不意に音が止んだ。布の下の影も動きをやめて、沈黙だけが残る。張り詰めた空気の中、突然チューブの先から黒い液体が勢いよく吹き出した。壁に飛び散り、床に漏れ、
匂いが一気に濃くなる。視界がにじむ。耳鳴りのようにポタッという幻聴が続き、体は硬直したままだった。そしてベッドの上の存在がゆっくりと体を起こした。影は重たい点滴台を引きずるように立ち上がり、チューブを垂らしたままこちらへ一歩踏み出した。濡れた床を踏む音がじわりと耳に迫っていた。影はベッドから立ち上がると、点滴台を引きずりながら近づいてきた。錆びた金属の足が床をこすり、低い音を響かせる。チューブの先からはなおも黒い液体が滴り落ちていた。先ほど止んだはずの音が再び耳を打った。ただし今度は水滴のような軽さではなかった。頭の奥まで響く重く湿った音に変わっていたんだ。体はすくみ、足は床に縫い付けられたように動かなかった。影の顔は暗く霞んでいるが、口元だけがはっきりと見えた。そこは笑っていた。だが唇は動いていない。代わりに滴る水の音がまるで言葉のように聞こえてきた。まだ終わらないと。声と音ともつかない響きに全身がこわばる。影は点滴台を置くとチューブの先を持ち上げた。液体は絶えず滴り続け、床に濃いシミを作っていく。そのシミは生き物のように広がり、足元を囲んだ。膝まで浸される冷たさに震え、必死に腕を振りほどこうとする。だがチューブの先がいつの間にか手首に絡みついていた。じわじわと締め付けられる。血が止まるほどの力で巻きついてきて、皮膚に食い込んだ。影は何も言わず、ただこちらを見下ろしている。視界が揺れ、意識が遠のきそうになる。その時、不意に天井の蛍光灯が一斉に点滅した。影は揺らぎ、姿が幾重にも分裂して見えた。部屋中に同じ影が現れていた。それぞれが点滴台を引きずり、チューブを垂らしている。全員が同じ動きで一斉にこちらへ歩み寄ってくる。床を這う黒い液体が波打ち、耳鳴りとともに部屋を満たしていく。逃げ場はなかった。必死にドアへと手を伸ばす。ノブに触れた瞬間、冷たい感触が指先を焼いた。回そうとしても固くびくともしない。後ろから迫る影の気配。チューブが首に絡みついた。力任せに引き剥がそうとしたが、さらに締まり息を奪っていく。暗闇の中で視界が白く霞んだ。最後に耳に届いたのは
天敵の落ちる音だった。そのリズムは鼓動のように頭の中で鳴り続ける。やがて音は完全に自分の心臓と同じ感覚になった。気づけばベッドの上に横たわっていた。点滴台は自分の脇に立ち、チューブは腕に深く差し込まれている。袋の中には黒い液体が満ち、止まることなく滴り落ちていた。床に広がるシミはもうなかった。ただ耳のそばで絶え間なく響いていた。それはもう病室の音ではない。自分の体内から滴り落ちる音だった。出張帰りの夜だった。カーナビの案内が途絶え、峠道を走っているうちに見覚えのない標識が出た。小代町。そんな町、地図で見たことがない。だが、その時は疲れていて、ただ、早く帰りたかった。下りの道を進むと、突然、霧が濃くなり、ヘッドライトの光が白い壁のように跳ね返った。ワイパーを動かしても、前はほとんど見えない。バックミラーには、なぜか後ろを走っていたはずの車のライトが一つもなかった。15分ほど降り続けた頃、霧がパタリと消えた。目の前に小さな町が広がっていた。古い街灯が等間隔に並び、木造の商店、閉まった理髪店、赤いポスト、まるで昭和のまま時間が止まっているようだった。しかし不気味なのは、どの店にも明かりがなく、人影も見えない。車を止め、コンビニを探したが、電波が一切入らない。仕方なく街を歩いてみた。風の音もない。遠くで犬が吠える気配だけがする。ふと見上げると、電線に並んだカラスが全員同じ方向、俺の背後を向いて止まっていた。振り返っても誰もいない。その瞬間、なぜか強烈な、ここから出た方がいいという直感が走った。車に戻ろうとしたとき、ふと気づく。止めたはずの車が消えていたんだ。車が消えた場所に立ち尽くしたまま、しばらく動けなかった。路面にタイヤの跡もオイルのシミもない。まるで最初から存在していなかったかのように。代わりに聞こえてきたのは小さな鈴の音だった。風もないのに、どこからともなくと規則正しく響いてくる。その音をたどって進むと、角を曲がった先に古い神社があった。鳥居の種はすっかり剥げていて、狛犬の片方は
苔に覆われている。だが拝殿の奥からは淡い光が漏れ出していた。人がいるかもしれない。そう思って声をかけた。だが返事はなく、光の中に人影が動く気配だけが見えた。もう一歩踏み出した瞬間、境内に並ぶ鈴が一斉に鳴った。その音の中で、なぜか俺の名前が呼ばれた気がした。恐怖よりも混乱の方が勝った。俺は逃げようと振り返ると、参道の石段がなくなっていた。代わりに黒い水面のような地面が広がり、そこに街灯の光が反射している。歩くと波紋が広がり、足跡が残らない。その時、遠くの方からエンジンの音がした。俺の車のエンジンの音に似ていた。音は確かに近づいてくる。だが曲がり角の先から現れたのは、俺の車ではなく、同じナンバーをつけた別の車だった。運転席にいたのは俺と同じ顔の男。その男が窓を少し開けて無表情でこう言った。乗れ。もう帰れないぞ。俺は後ずさった。目の前にいる俺が無言でドアを開ける。中からこぼれた空気は生ぬるくて、まるで生き物の息のようだった。地面の水面が揺らぎ、街灯の明かりが歪む。逃げようとしても足が沈み、膝まで黒い水に飲まれていく。その時、街の奥から人の気配がした。家々の戸が一つまた一つと開き始めた。誰もいなかったはずの通りにぼんやりとした人影が立ち並ぶ。みんな同じ顔をしている。全員が俺の方を見て口を開けたまま何も言わない。頭の中で何かがざわめく。ここはお前が来る場所じゃない。誰かの声が重なり、街全体から響いてくる。しかし同時にもう一つの声がささやいた。帰りたいなら代わりを置いていけ。気づくと車のドアのそばにもう一人の俺が立っていた。全く同じ服装、同じ時計、同じ顔。ただ目だけが真っ暗だった。その男が手を差し出す。代わりが必要なのは俺のことだと悟った。俺は叫んで逃げた。走るたびに街の形が変わり、建物が反転する。道が空に向かって伸び、電柱が逆さに立つ。息をしながら坂を駆け上がると、視界が一瞬真っ白になった。次に気づいた時には、峠のガードレールの前に立っていた。俺の車はそこにあった。
だがエンジンは止まっていた。時間は出発した時から1分も経っていなかった。ただ後部座席には誰かが座っていた。ミラー越しに見えたのは俺と同じ顔の男。そしてその男が口だけ動かしてこう言った。今度はお前の番だ。湖面は夕方でも底の色が透けないほど暗かった。山間の湖は冷たく、音を吸い込むような静けさがある。若者グループの一人が戻った後浮いてこないと通報し、俺たち潜水救助班が入った。岸に集まった仲間たちは皆揃って中央付近で沈んだと証言していた。しかし不思議なことに落ちたという位置に波紋が一切ない。むしろそこだけ水が押し下げられたようなへこみがゆっくり広がっていた。準備を整え、まずロープで深度を測る作業に入った。いつも通り沈めていく。だがある深さでロープが不自然に止まった。水草に絡んだような感触ではない。もっと生々しい、柔らかく掴まれるような抵抗。次の瞬間、ロープがわずかに引き戻された。俺は思わず隊員に合図した。水中で人間がロープを握ればこういう感触になる。だが湖の底に潜っているのはまだ誰もいない。巻き上げると繊維には指で握りつぶしたような沈み跡が残っていた。隊員同士で確認をしたが、これは岩に引っかかった跡じゃない。明らかに指の形だった。沈んだ若者以外に誰かが水の下にいる。その実感だけが湖の静寂より重く、はっきりと胸に沈んだ。ロープの痕跡を確認した後、俺はそのまま潜航を決めた。水温は急激に下がり、胸の奥まで冷えるような圧迫が加わった。ライトをつけても光はすぐに濁った闇に吸い込まれ、数メートル先すら輪郭が揺れる。深度10メートル付近で視界な端を白いものが過ぎ去った。魚でも漂流物でもない。ゆっくり揺れる布のようでいて、確かに人の腕に見えた。だがライトを向けた途端、輪郭が水に溶けるように消えた。湖に向かって一直線に沈んだロープの跡が見えた。まるで誰かが掴んだまま引きずり込んだような、そんな筋が泥の底に深く刻まれている。その先に沈んだはずの若者が横たわっていた。仰向けの姿勢で、まるで寝ているようだった。
皮膚には外傷がなく、肺の膨らみもかすかに残っている。数分前に沈んだとは思えないほど体温もあった。俺は胸に手を当てた。その時、泥の下からもう一本の腕が出てきた。薄く骨張って泥まみれで、人間の皮膚とは思えない色。それが若者の足首を掴むように浮き上がり、俺のライトの光を反射した。次の瞬間、若者の体がずるりと泥に沈んだ。俺は反射的に手を伸ばしたが、残ったのは泡と濁りだけ。先ほどの腕も泥と一緒に深い闇へと吸い込まれた。ロープを引き戻す合図を送りながら、俺は確信した。この湖の底には沈んだ若者以外の何かがいる。それは人の形を保ちながら人ではない動きをしていた。濁った闇の奥からまだそいつがこちらを見ている気配がした。引き上げのロープが強く張られ、俺は水面へと戻り始めた。だがその途中で異変に気づいた。誰かが俺の足に触れている。最初は水流かと思った。しかし確かに指が足首をつかみ、少しずつ力を加えてくる。スーツの上からでも伝わる冷たい骨の感触。俺は振り返れないままロープを引き寄せる速度を上げた。それでも掴む力はじわりと強くなる。水圧が重くのしかかり、ライトが揺れ、その光の先に泥にまみれた白い腕が浮いていた。水に溶けるような輪郭。人間の皮膚の色ではない。肘の位置がおかしい。関節が逆だった。さらにもう一本、さらにもう一本、俺の足首へとふくらはぎへと沈んだ人間の腕が何本もまとわりつき始めた。それらは掴むというより沈めようとしてくる動きだった。俺は緊急浮上用のナイフを抜き、ロープごと足元を切り払った。泥がはじけ、水中に無数の泡が舞う。腕は一斉に散ったが、すぐにまた集まろうとする。ロープが一気に巻き上がり、俺はようやく水面へ出た。隊員たちの呼ぶ声が聞こえた瞬間、体に絡んでいた何かはすべて離れていった。引き上げ後、スーツを確認すると、足首から膝にかけて泥まみれの指の跡が数十本くっきりついていた。その後の捜索で若者の遺体は発見された。だが場所は俺が見た沈んだ位置とは違っていたんだ。それどころか複数の場所で誰かに引きずられた跡が湖の底に残っていた。若者は溺れたのではない。そこに
引き込まれたんだ。あの日から誰もその湖に近寄ろうとはしない。だが俺の足には今でもうっすらと指の跡が残っている。それが消えたら次は俺の番なのかもしれない。